こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの本好きにさせてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はめぐみさんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあめぐみさんについて自己紹介をお願いします。はい、めぐみと申します。28歳で今はアパレル EC サイトの運営をしている会社に勤めております。担当している仕事はブランドマネージャーという形で企画運営だったりスタッフのタスク管理だったりショップを運営する全般の仕事を請け負ってます。はい、というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が 1LDK ということで、だいたい各スペース何畳ずつぐらいあるんですか？リビングが10畳ぐらいで寝室が 6.8 畳と、あとテラスがあるって感じで、平米数でいうと全部で44平米になります。というわけで、かなり間取りも変わっていて、アイテムだったりそういったところも個性的なものがたくさんあると思うので、そのあたり詳しく紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず最初、こっちがリビングの方ですよね。はい、じゃあちょっと紹介をしていただければなと思います。はい、で右と左で、右側がこっちがリビングで左側がこっちがキッチン。はい、じゃあちょっとキッチンからはい、紹介をしていただきたいんですけど、キッチンはまず、こだわったポイントというか、そういったところは何かありますか？そうですね、全体的にもともとステンレスのキッチンなので生活感が出ないようにシルバーでまとめて統一感を出してます。ここで言うと、めぐみさん食器だったりグラスにこだわりがあるということで、食器棚はこのどっちにあるんですか？ここ全面が食器棚になっていて、これはもともと備え付けなんですか？そうですね、備え付けでここがグラスとこっちも同じ感じで入ってて、この下が全部食器。すごい収納力すごいですね。めちゃくちゃありますね。そうですね、量が多いので、ちょっとうまいこと同じような形を重ねてって感じで収納してます。というわけで、じゃあちょっとこの中からお気に入りの食器だったり、グラスっていうのをちょっと3点4点紹介をしていただきたいんですが、何かありますか？一番普段から使っているのがこのサタルニアのチボリっていう、よくイタリアとかのレストランで使われてるような業務用食器なんですけど、なんかもっちりとした結構重量感のある質感で真っ白なので料理も映えて普段使いができて気に入ってます。ありがとうございます。はい、あとは去年栃木の益子陶器市っていうのがやってるんですけど、そこで多分作家さんの作品をちょっと型崩れしたものを安く売ってるみたいなイベントで、そこで多分2000円ぐらいで、もっと本当だったらもっとすると思うんですけど、ちょっと斜めってるのが安くなったのかなと思うんですけど、柄に一目惚れして購入しました。なんかその形は形でなんかいいですね。そうなんですよ。なんか歪んでるのがお気に入りです。あとはグラス、普段からお酒を飲むことが多いのでグラスは結構たくさん集めがちなんですけど、特にこの辺はあんまり普段使いはしないんですけど可愛いのでちょっと買っちゃったんですけど、これは飲みの市で多分4個セットで買ったんですけど、ちょっと1個割れちゃって3つお気に入りで飾ってます。結構普段食器とかこういうグラスっていうのは行きつけのお店だったり、なんかよく買うチェックするブランドとかあったりしますか？よく行くのが Today's Special っていうセレクトショップのお店で、そこは結構いろんなお皿が結構取り扱われてるのでよくチェックしてます。ありがとうございます。で続いてこちらがリビングスペースということで紹介をしていただきたいんですけど、こちらのスペースは10畳ぐらいでしたっけ？10畳ぐらいですね。なんかこのスペースの特徴、こだわったポイントとか、なんかそういったところ何かありますか？一番のこだわりは今までこう
集めてきた好きなものを、ギュッとリビングに詰め込んだので、自分の好きなものを詰め込んだアトリエみたいな空間になってるかなと思います。はいはいはい、すごい日当たりもめちゃくちゃいいですね。そうですね、南向きなので結構日当たりが良いです。まずこちらの壁面のディスプレイからちょっとお尋ねしたいんですが、これまず壁紙がピンク色。そうですね、これはもともとピンク色で、この棚も備え付けでついてました。すごいですね、なんか珍しいですね。はい、4段分かれてると思うんですけど、どういう感じでなんかカテゴリー分けみたいなしたりとかなんかしてるんですか？この真ん中の2段が結構お気に入りのものを置くようにしていて、で下はちょっと本と、上はワインボトルで飾ってまとめてます。そしたらじゃあ上から2段目に、またグラスがいくつかありますが、ワイングラスが好きなので集めがちなんですけど、多分これは私が一番最初に買ったやつで、これは一目惚れして買ったんですけど、ホヤっていうブランドで、今は医療メーカー、コンタクトレンズの会社さんなんですけど、前はこういうグラスを取り扱っていて、でその事業は2009年ぐらいに終わっちゃったらしいんですけど、なので貴重なアイテムで気に入ってます。で丸みもあって可愛いなと思って飾ってます。あとは下の段に白い卵みたいな、なんか石ですか？これですね。これ石でホームセンターで見つけて、何用なのかは分かんないんですけど、可愛いと思って一目惚れして買いました。一応今はこの飾ってます感じですね。あとこの手前側のこのフラワーベースもこれ可愛いですね。そうですね、これお気に入りで、これどこで買ったかちょっと忘れちゃったんですけど、気に入ってます。ちなみにお隣とかはフレグランス、お香系とかもありますが、これがアポテーケっていう皆さん持ってる有名なブランドのお香なんですけど、この香りはどんな香りがしますか？ウッディな感じのナチュラルな感じの香りで、結構好きな人が多い香りかなと思います。そしたらちょっとまた下の段、下にもまた石のオブジェ、がありますが、なんか基本的に石モチーフのものが大好きで結構多いんですけど、これはフリマアプリで作家さんが一点物で作ったやつで何個か売られてたんですけど、いろいろ形が違って、もう本物の天然の石をそのままこう花瓶にしたような感じの作りが珍しいなと思って気に入って購入しました。ありがとうございます。あとはこちらの手前側に植物がありますが、この植物は何の植物ですか？これモンステラって言って南国系の植物なんですけど、これは家にあんまり植物がなかったので、なんか最初に買いたいなと思って、練馬の尾崎フラワーパークっていう多分有名な安いお店があるんですけど、そこで買いました。ありがとうございます。そしたらお隣のこちらの収納家具についてお尋ねしたいんですが、これはどちらで購入されたものでしょうか？これはカルテルというブランドでコンポニビリっていうものなんですけど、この家に住む時に、これが一番最初に欲しいと思って決めた一番のお気に入りの家具です。ここは普段はどんなものを収納されてるんですか？そうですね、あんまりなんか収納として使ってはないんですけど、なんか生活感の出るものを隠すのにちょっと使ったり、あとはサイドテーブルにもなるので、こうコーヒーを飲んでる時に置いたりとかいう感じで使ってます。今はこのねコンポニビリの上には、植物もありますが、これは何ていう植物なんですか？これガジュマルっていう植物で、お店の方に一番育てやすいって聞いたのでデビュー戦で買いました。でその下にビジュアルブック、そうですね、これはほとんど飾りとして使ってるんですけど、中は結構デザイナーズの、欲しくても買えないようなデザイナーズの家具だったりの写真が載っているので、目の保養になる感じで、たまに見たりしてます。こっちはまた椅子ですか？こっちはもう椅子専門のあれですね。
こういうはいはいここら辺に説明が書いてあるのであろうっていう感じ。なんかこの雑誌読んでて欲しい家具とかありました？もうありすぎてありすぎて欲しいのばっかりなんですけど、はいはい、なかなか買えないってまあ、そう高いですよね確かに。ありがとうございます、はいはい、そしたらじゃあそのまま今度はちょっと奥の方に移動をしていただいて、はい、ソファー周りのお話をちょっとお尋ねしていきたいなと思うんですけど、まずこちらのソファーはどこで購入されたものでしょうか？これは同棲する時に、まずソファーが一番必要かなって思ったんで、楽天で2万8,000円ぐらいでお手頃なものを買いました。2人掛けですか？そうですね、一応3人掛け2から3人掛けっていう感じで結構ゆったり座れるので、柔らかいしあんまり汚れも目立たないので気に入ってます。あとはその奥にはこちら照明がありますが、これはどこで購入された？これはIKEA の商品なんですけど、インスタグラムで海外の人が使ってるのを見て、でその人にどこで売ってる商品なんだって聞いてそしたら90年代の IKEA のヴィンテージの商品だったって言われて、買えないと思って諦めてたんですけど、たまたまなんか Amazon で検索したら1点だけ日本に売っててもうそこを買ったっていう感じです。IKEA のヴィンテージって結構手に入れるの難しいですもんね。そうなんですよ。ちょっと絶望してたんですけど、はい、まさかの見つけて。そうなんだ。あとはじゃあ今度こちらの、サイドテーブルについてちょっとお尋ねしたいんですけど、こちらすごい大きな、テーブルですが、これはどちらで購入されたものですか？これは引っ越す時に友人から譲り受けたもので、最初ちょっとここがこの色に近いような茶色だったんですけど、あんまりちょっと家に合わないなと思ってリメイクシートでサイドを全部覆ってコンクリート調な感じにして統一感を出してみました。全然わかんないですね。そうですよね。でもちょっとよく見ると分かります。よく見るとちょっと分かっちゃうのでこれちなみにリメイクシートはどれぐらいの予算感で買えたんですか？楽天で買ったんですけど1メートル1000円ぐらい。そんなにじゃあ高くないというか。そうですね。で4メートル分買ったのでそれでも4000円弱。で4000円で、家具をちょっとそうですね、少し1個買うのテーブル新しくするのだとちょっとお金がかかるけどっていう感じです。そしたらじゃあその上にあるちょっとこちらの、雑貨だったり、そういったアイテムについてもお尋ねしていきたいんですけど、まず奥にあるティッシュケース、これがすごい可愛いですね。そうですね、これインスタで使ってる方がいて、もうそれを一目惚れしてどこで売ってるのかなって聞いて真似して買わせてもらったという感じですこれしかも結構お手頃というか安いですね。そうですね、Amazon で1500円ぐらいなので、使いやすさもすごく良くて気に入ってます。あとはそのお隣にボードゲームですか？これは。これなんか海外のボードゲームとしてフリマサイトで販売されてたんですけど、私はもう完全にオブジェとして気に入って用途は分からず飾って楽しんでます。じゃあこれでまだ遊んだことないですか？遊んだことないですねちょっと使い方知りたい使い方じゃあもし知ってる方いたらコメントで教えてくださいあとはそのお隣またフラワーベースがこちらありますが、これはちょっとブランド名がちょっと忘れちゃったんですけど、フランスのパリの作家さんのブランドで5年前ぐらいにインスタグラムで見かけて一目惚れして、たまたま韓国に旅行行った時にセレクトショップに販売されていて、それを購入しました。ありがとうございます。あとはこちらにちっちゃいお皿、これはブックオフリサイクルショップでなんか結構よく行くんですけど、家具とかインテリアとか結構掘り出し物が安く売ってるお店があって、そこにすごい隅の方に追いやられてるのを見つけてでもなんかこれピカソって書いてありますよね。ピカソの調べたら20年30年前ぐらいのなんかピカソのなんかの展示の商品らしくて、端に追いやられちゃったんですね。そう追いやられてて、これはお宝だと思って買いました意外とそういうリサイクルショップとかって探したったりしますよね。結構好きでよく行きます。ありがとうございます。あとはこちら下に敷いてあるラグ、こ
これは最近買ったものなんですけど、ちょっとそれまでラグ引いてなかったので、なんかちょっと冬に入って寒々しいなと思って買ったもので、これは IKEA の商品です。で多分値段は2万ぐらいですね。結構質感もしっかりしてるんですけど、お手頃の価格だったので結構気に入ってます。ありがとうございます。そしたらそのお隣のこちらテレビ台周りのアイテムもうちょっと聞いていきたいんですけど、これまずテレビはこれどういう風になってるんですか？これはもともとある普通のスタンドテレビをここ引っ越すタイミングで買ったスタンド用のこの器具を買って取り付けたって感じです。これじゃあ別売りというか？そうですね、完全に別で、このスタンドは楽天で結構安く買いました。はいはいはい。これ取り付けるのはご自身でやられたんですか？あ、そうです。重いので結構大変だったんですけど、ちょっとどうしてもリビングがそんなに広くないので、あんまりテレビ台で場所を取りたくないなと思ってスタンドを選びました。わかりました。そしたらじゃあ今度そのお隣にある植物についてお尋ねしたい、いきたいんですけど、これは？これも、尾崎フラワーパークであっちのモンステラと一緒に買ったやつなんですけど、こっちがフィカス・ベンガレンシスっていうので、こっちがパキラだったんですけど、ちょっとなんか元気先週死んでしまって、ちょっとでもなんかちょっと捨てるのもったいないんで、枯れたまま。でもギリギリまだいけてますかね？息絶えてはないんじゃないですかね、まだ。本当ですか？ちょっとなんか水をあげすぎも良くないっていうじゃないですか。2週間ぐらいあげなかったら逆にこうなっちゃう。あら、ちょっと悲しい。育てやすい植物って聞いてたんですけど、あ、じゃあそんな悲しい出来事が最近悲しいのでまだ置いてます。泣き殻泣き殻わかりました。そしたらじゃあ今度こちらがテラスというか、そうですね、テラスで多分4畳5畳ぐらいの大きさだと思うんですけど、これはテラスは普段どのような過ごし方をされてるんですか？冬はちょっと寒すぎて使えなかったんですけど、これからの季節とかは夜ご飯をここで食べたりとか、2人ともお酒が好きなので晩酌をしたり、あとたまにリモートをしてここで仕事したりとか、結構気分転換になるので結構使ってます。ちなみにベランダにある家具とかは何かこだわりとかあったりしますか？プリアチェア、これリプロダクトなんですけど、プリアチェアを家の中に使いたくてどこに使おうかなって思った時にテラスにちょうどいいなと思ったので、これは気に入って購入しました。これちなみに奥に見えるのはまたあれは寝室？あっちは寝室で、そうですね。あちらの部屋はじゃあちょっと後ほど紹介させていただければなと思います。そしたらじゃあ今度こちらのレコードですかね。これは友人から誕生日でもらったんですけど、私がずっとレコードプレーヤーが欲しいってずっと言ってたら、友達がサプライズでプレゼントしてくれて、すごく気に入ってます。これはどちらのレコードプレーヤーなんですか？これは、フォフェインズっていうブランドで。これはなんかあれですか、スピーカーも内蔵というか？そうですね、スピーカー内蔵で Bluetooth はちょっと対応してないんですけど、スピーカーがなくても結構いい感じに聞こえます。その下にじゃあレコードがいくつかあるみたいな。レコードで友達が一緒にプレゼントしてくれたのがこのキャンディーズ。私が結構昭和歌謡とか、なんか昔の曲が好きなので、友達がそれを考慮して買ってくれました気に入ってます。結構じゃあ持ってるレコードもそういった昭和の？そうですね、あんまりまだ数は多くないんですけど、昭和のものもありつつ、これとかはイルカ、なんか名曲ありますよね、イルカの名残雪歌ってる人のレコードと、あと私桃江ちゃんが大好きなので、そうなんですよ山口百恵のレコードを、これはリサイクルショップで購入しました。他は洋楽なんですけど、もう完全にジャケット、あんまり曲詳しくないのでジャケットで全部選んでます。ありがとうございます。ここが玄関になってて、廊下を通してこっちが洗面所になってます。で洗面所の左手が
ちが寝室です。はいはい。というわけでじゃあ続いてはこちらの寝室のお話をちょっと聞いていこうかなと思うんですが、ここもすごい開放的な。そうですね。二面採光ですか？はい。ここが全面窓になっているので、多分この家の中で一番日当たりがいい部屋になってます。というわけでじゃあまず、ベッドからちょっとお尋ねしていきたいんですけど、はい、サイズはダブルになるんですか？サイズでいうとクイーンになるのかな。一応分かれてて、はいはい、セミシングルを2つつなげて、多分クイーンサイズと同じぐらいのサイズに、クイーンじゃないキングか、はい、と同じサイズになってる感じです。でマットレスはつながってるものを使ってます。マットレスも別々だと多分こうずれちゃったりするので、はい、それをちょっと防ぐためにマットレスだけ一緒にして、キングサイズのベッドを買うよりもちょっとお値段を安く済ませるっていう感じの、はいはい、ちなみにどちらで購入されたんですか？これは、ニトリですね。でベッド周りは基本ニトリで、そうですね、ほぼニトリです。はいはい。まあベッドサイド、はい、ここにはなんかアート作品がありますが、はい、これはどちらで購入されたものですか？これは自分で作ったやつなんですけど、アートバーっていう有名ですよね、はいはいはい、アートバーっていうところで垂らし込みアートの体験みたいな感じで作ったやつです。でちょうどなんか家の壁紙とマッチしてるので寝室に置いてます。あとお隣には照明が、はい、そうですね、これは私の会社の商品で、そうなんです、ね、そうなんですよ。で売ってはないんですけど、はい、なんか昔取り扱ってたものが返品されたかなんかで余ってたのでもらってそのままいただいたって、はい、これは今間接照明みたいな感じなんですか？そうですね、ここにスイッチがあって結構なんか明るい照明なので、はい、あんまり普段は使ってないです。あとはそのお隣はこちら絵というか、はい、ポスターで、この前の記憶的散策イベントで購入しました。パルコのイベントです、ね、そうです、はい、パルコのイベントで。これちなみにどなたから購入されたんですか？浩平さんっていう方の作品、花瓶とお花、なんかこの淡い色が可愛いなと思って購入しました。あとこちらの一輪挿し、はい、すごいこれも可愛いレースですね。これなんかショッピングモールで100円で売ってて一輪挿しがちょうど欲しくて、でクリアなもの探してたのでちょうどいいなと思って安いし買いました。めちゃくちゃ可愛いですね、はい、これありがとうございます、はい、そしたらじゃあ今度またちょっと奥の方に少し移動しようと思うんですけど、はい、こちらは作業スペースというかあれですか？そうですね、なんか私と同居人の彼氏と2人ともリモートのタイミングがあって、で同じ場所でやるのもなと思って急遽作った作業部屋みたいな感じのスペースを作ったんですけど、なんか結構いいので気に入ってますめちゃくちゃ作業しやすそうですもんね。そうですね。これはちなみに椅子はベランダにも置いてあったクリアチェア。もともとベランダに2つ置いてたんですけど、こっちに持ってきて使ってます、ありがとうございます、はい、こちら側が、クローゼット、はいはい、になっているということでちょっと紹介をしていただきたいんですけど、はい、ここに洋服を収納していて、ウォークインなんですね。そうですね、ウォークインクローゼットになってます。すごい、めちゃくちゃ広いというか収納力もすごいですね。そうですね、すごいいろいろ収納できてとても助かってます、はいはい。じゃあちょっとここでは洋服についてお尋ねしていきたいんですけど、はい、結構ファッションはお好きですか？そうですね、昔から古着が結構好きでよく集めてるんですけど、最近買ったのでいうとこれが渋谷の代々木上原の古着屋さんでキアリスヴィンテージっていうお店のものなんですけど、なんか変わったデザイン、この切り替えのデザインが気に入って購入しました、結構古着、色味も割といろんな色味のもの着られるんですね。そうですね、あんまりなんか系統もあんまりこだわってなくて、なんかその時に着たいものを買うみたいな感じで、これとかは3年前ぐらいにちょっと気に入って買ったマッキントッシュフィロソフィーってところと、あと雑誌のファッチとのコラボ商品で、これもこう襟も立ってられる、なんか今流行りのこう
襟が立つタイプにも使えるので、結構3年前ぐらいから重宝してはいはい。毎年気に入ってきてます。うんうん。あとはこの辺も全部古着で、一応こう色でまとめて収納したりしてます。なんかよく買いに行く古着屋さんとか、なんか古着買う時の自分なりのこだわりポイントみたいなのあったりしますか？なんかあんまりインテリアもそうなんですけど、ブランドにこだわりがなくて、その時にお出かけしたたまたま寄ったお店で買ったりとかが基本的に多いですね。古着だと原宿とか渋谷とかその辺が多いかもしれないです。ありがとうございます。はい、はい、ということでめぐみさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ちょっと最後に軽くお話をお伺いしたいんですけど、このお部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんな部屋ですかみたいなところを聞きたいんですけど、いかがでしょうか？一応なんか置いてある家具としてはスペースエイジっぽいインテリアと、あとはちょっと日本の昭和初期中期とか平成初期のものをこううまい具合にミックスさせて、インスタのトップにも書いてあるんですけど、彩り豊かな空間を心がけて作ってます。まあ家具ももちろんですけど、この物件自体の間取りとか広さもすごい絶妙ですよね。そうですね。結構この辺の間取りとかはやっぱ住む時の決め手にもなったんですか？そうですね。なんか本当に一戸建てみたいな感じの間取りになってて、一番の決め手はテラス。あんだけの広さがあるテラスってなかなかないので、そこが決め手になります。ちなみに普段こういうインテリア周りのアイテムを購入される時によくチェックするブランドだったりショップだったり、なんかそういったものとかあったりしますか？よくチェックするのは、ヘイっていう家具のブランドとか、あと結構行くのがその表参道のヘイなので、下に入ってるシボネだったり、その有名どころをこう見て探すみたいな感じです。ありがとうございます。はい。じゃあ最後にじゃあめぐみさんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。インスタグラムを主にやっているので、そこでインテリアだったりお気に入りのものだったりを紹介しているので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、というわけで気になる方ぜひめぐみさんのインスタグラムチェックしていただければなと思います。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはめぐみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。